に最適なローラー配置を検証したお話。こんにちは、よすけです。ニコニコ超会議に触発されて、ルール無用 JCJC に本腰を入れてみようと思っている。今日この頃。ざっくりしたコンセプトは決まっているのですが、ルール無用だと大きさの制限もなし。どのくらいが良いのか？グラディエーターたちのマシンも大きさはいろいろ。人生もいろいろ。悩むなら、検証してしまえ、ミニ四駆。のぶちゃんも言っていたので、検証してみることにしました。早速テスト車両を 3DCAD で設計。ベースは、1年前に作った吹雪、マグヌスのシャーシ。ホイールベースが短いので水準の自由度が高いです。前回はカーボンプレートを手動 3D プリントしましたが、今回は光造形の 3D プリンターを使用します。ベースとなる車両はこんな感じ。日水の単3電池1本と両軸モーターの最小構成。電池と車軸の距離は 3.5mm しかないので、限界まで攻めた設計になってます。単3電池が収まる限界のホイールベース。両軸モーターのピニオンはこんな感じ。半分しか差し込みできません。こういう時のための接着です。この設計でホイールベースは 58mm。一般的なミニ四駆が 80mm なので、約4分の3になってます。この車両にテスト用のアタッチメントを取り付けて、全体像はこうなります。ローラーステーの取り付け位置によって、ローラーベースを 117mm から 213mm まで、1mm ごとに調整可能。ローラーステーは 105mm から 114mm まで、1mm ごとに設計、印刷しました。ローラーベースとローラー幅は、ローラーの径も含めた長さです。いつか魔王ローラーが教示されることを期待して、13mm の2段プラローラーを使用しています。早速 3D プリンターで召喚。が、撮影した動画が行方不明に。撮影してから2週間も放置してしまったので、編集を待ちきれず、実家に帰ってしまったようです。印刷完了。たくさんありますね。リジョネの高強度レジン K プラスを3。ゴムライクレジンの F69 を1の割合で混合して使いました。高強度と高迅性を両立する調合です。印刷物はこんな感じ。光造形なので表面が滑らかで見た目が良いです。寸法精度も FDM 方式よりも優秀、なのですが、早速組み立て。できました。このローラー配置がタミヤレグ最大の大きさ。全長 165mm、全幅 105mm になります。ホイールベースが小さいので変な感じですね。底面はこうなっています。アタッチメントを外さなくても電池交換ができるように。電池は下側に抜ける構造になっています。スイッチも下側です。駆動はこんな感じ。はい、若干擦る音がしました。多分ここです。ヤスリで修正しときます。モーターは両軸のマッハダッシュモーター、ギア比は 2.5 対1。タイヤ直径は 23.6mm なので、タイヤ直径割るギア比は 9.4。ほぼ JCJC にベストマッチな組み合わせです。重さは、52.1Y。重たいですね。ベースのシャーシは 2mm 厚で作ったのですが、アタッチメントは 4mm 厚で作ったので重くなりました。テスト中に壊れるとデータがおじゃんになるので、あと、光造形は FDM 方式よりも密度高めなのも、影響していると思われます。ということで、実験開始。今回、レーンチェンジについては、ジオン脅威のメカニズムでクリアする前提で、フラットなコースで、コーナー及びウェーブでの違いをテストしていきます。
なのでスラストも0度に設定しています。なのですが、テスト結果多すぎ問題が発生。まあ、最初の1週間はデータを安定させるのに、苦労した感じです。ちなみにデータが安定しなかった原因はこんな感じ。今回は電池が1本なので、2本の時、タミヤレグ順種、よりシビアになった印象。データを整理する際にも気をつけています。すべてのデータについて説明すると朝になるので、要点を絞って説明します。まずはローラーベースを 165mm に固定して、ローラーの幅を変えた場合、動画はローラー幅 105mm です。1回の走行で10周走らせて、3から10ラップまでの平均値を使用します。ローラー幅 105mm の平均値は 1.29 秒でした。次はローラー幅 109mm。ローラー幅 109mm の平均値は 1.26 秒でした。次はローラー幅 113mm。ローラー幅 113mm の平均値は 1.28 秒でした。その他の結果と合わせたグラフがこちら。横軸がローラー幅で縦軸がラップタイム。各ローラー幅で16回テスト、赤丸が平均値です。平均値は 109mm をそこにくぼんでいますね。テスト前の予想では、ローラー幅が広くなるほどコース幅 114mm に近くなるので、ウェーブで減速しタイムが悪化すると考えていたのですが、今回の結果はローラー幅が小さすぎても悪化しています。これはどういうことなのでしょうか。ウェーブのスローモーションを確認してみましょう。まずはローラー幅 113mm から。64分の1倍速でもう一度。ウェーブの入り口と出口は、ストレートよりコース幅が狭いので、ローラーが接触して、突っ張ることにより、カーブ内側のコースが広がっています。ミニ四駆の速度がコースの変形に消費されているので、タイムが悪化してしまうのも納得です。次は 109mm。64分の1倍速。ローラー幅 109mm なら、ウェーブの入り口と出口でも、ローラーが突っ張らない、カーブの内側が変形していません。ミニ四駆の速度がコースの変形に消費されないので、113mm よりもタイムが良かったようです。最後は問題のローラー幅 105mm。64分の1倍速。わからん。コーナー入り口と出口の狭いところで、ローラーが突っ張ることによるコースの変形はない。ようですし、タイムが悪化する原因は、ちょっと待てよ。タイヤの軌跡をなぞってみよう。こんな感じになりました。で、同じように 109mm のタイヤの軌跡を乗せると、この辺りと、この辺りでラインがクロスしてますね。つまり 109mm より 105mm は、タイヤがまっすぐ走っている時間が少ない。スリップしている時間が長いと考えられます。スリップするイコール摩擦損失が発生しているので、走行抵抗になりますし、駆動力がきちんと伝わっていない可能性も考えられます。ということで、嘘か誠か、JCJC でのローラー幅の最適値は、109mm になりそうです。
次はローラーベースの最適値を検証していきます。結果をドン。横軸がローラーベース、縦軸はラップタイムです。赤丸、ラップタイムの平均値は右上がりになっており、こちらは大方の予想通り、ローラーベースが短いほどタイムが良い、という結果になりました。最適だったローラー幅 109mm、ローラーベース 117mm の動画です。ローラーベース 117mm の平均値は 1.24 秒でした。ローラーベースを短くすると、コーナーでタイヤとローラーの摩擦損失が減る、と言われているので、その通りの結果となりました。ローラーベース 117mm までならデメリットなど、ないようです。コース幅の 114mm より短くすると、コーナーや LC で水平横方向に回転、スピン、してしまうらしいのでこのあたりが限界なのではと。念のため、ウェーブのスローモーションを確認。上がローラーベース 165mm、下が 117mm です。64分の1倍速。ほとんど同じように見えますが、強いて言えばこういうところ。ローラーベースの短い 117mm は、早く向きが変わっているように見えます。早く向きが変わるイコール壁と平行になりやすい。なので、コーナーと同じような理屈で、ウェーブでも、タイヤとローラーの損失が減っている可能性があります。ということで、結果をまとめるとこうなります。ローラーの幅は 109mm が良い。ローラーベースは 117mm が良い、です。もちろん LC でスラストを効かせようとすると、最適値は変わると思いますが、このローラー配置をベースに調整していくのが、良いのではないでしょうか。ということで次回はこのローラー配置をベースとして、ジオン脅威のメカニズム、を完成させたいと思います。チャンネル登録してくれると動画作成の、ブースト 2.0 になる可能性がビレゾン。ではでは。